うも皆さんおはこんばんちは、エスケープフロムタルコフのお時間です。いや、何してんだよ。実は先日急にワイプが入りまして、そのワイプ前に、走行を永久に少し大きくしてくれるという、とんでもないイベントクエストが発生していました。そりゃあ EFT 民がこぞって慌ただしく攻略してたわけだ。つまりこの集会もそのイベントタスクの一環なのか。違います。むしろなんで違うんだよ。そのイベントタスクに必要なアイテムとして、新しい注射器が追加されたんですよね。その名も、オブドロボスカクテル N。非合法麻薬のさらにヤバい粗悪品です。なんかシャブ中毒になったスカブがあちこちに出現してたらしいな。それとこの物々しい装備の集会に何の関係が？ラプアマグナムに、6連射グレポン。前のシーズンに出てきたヤバい武器の見本市みたいになってるけど、その新しいシャブを撃つとですね、25% の確率でその場で即死します。危険すぎるでしょ。一体その注射にはどんなヤバいバフ効果があるんだ？特に何もないんだなこれが。なんだよその注射。つまりは倉庫拡張のために追加された専用のアイテムってことか。そりゃ使い道がないぐらいでちょうどいいよな。ということで、今回はその注射器を使って、誰が最後まで生き残れるか賭博を行います。使い方間違ってるよ。勝者には、次のワイプダッシュで、優先的にサレワとガスアナライザーを納品する権利を譲渡。あと今着てるふざけた装備の好きなものを持って行って、ワイプまで思う存分遊んで良いものとする。まあ毎回ワイプ後はサレワとガスアナは取り合いになるよな。いいかお前たち。覚悟の準備はできてるか？君がくっそ腹立つな。それでは第1ラウンドを開始する。なお私は最後に生き残ったやつと一騎打ちとする。ずるくね？誰が生き残ったか、見届けないとダメだからね。ということで、2名脱落。なんか一人とんでもない勢いで後ろに倒れ込んだな。たかだか1ラウンド目で死ぬとは、動画の撮れ高を分かってない奴らですね。こいつは雪丸ですね。一体どんな装備持ってきたのか。確か6連グレポンとかアルケンだったような。もうワイプ前ってことで、スリップアーマーまで大放出だ。リブの中はグレポンの砲弾でびっしりかな。こいつ別の注射器で不正しようとしてない？死んでるし多分違うと思いたいけど。こっちはどれどれ？こっちはキングレオさんだな。やっぱ、この人アーマーリペアスキルもカンストさせてるから、アーマーにもヘルメットにもエンハンスバフがついてる。来シーズンはお前も目指すのか？1億ちょいぐらいかかったらしいけどいけるか？では、気を取り直して第2ラウンド。果たしてどちらが生き残るのか。おう？これ両者ともに生き残りましたね。毒耐性が強いのか、運が強いのか。互いに喜び合っているところ申し訳ないですが、そろそろ第3ラウンドと行きましょう。さあ、どっちが死ぬのか、君たちの力を見せてくれ。全滅しましたということで。いやこれどうすんの？仕方ない、先ほどは引き分けということで、第2回、麻薬中毒耐久大会を開催します。色々終わってる。っていうかお前ら、ワイプ前にクソしょうもないことやってるけど、倉庫の拡張イベント自体は完遂してんだよな。やってないですけど。なぜねえ、なぜメンヘラみたいな使い方しないで。いやだって、かなりめんどくさいタスクをたくさんやらなきゃで、ちょっとめんどくさいかなって。お前ら高いエディション買ってまで、倉庫のデカさを重視してんじゃん。倉庫でかい方が綺麗に整理もできて絶対便利だろ。いいですか？今から大切なことを言うのでよく聞いてくださいね。美しいスタッシュはスタッシュを広くしますが、スタッシュの広さは美しさを生みません。EFT 哲学？それがわかるようになれば、あなたも立派なエスケーパーです。タルコフやってたらわかるもんなのか。そしてぬるっと始まった第2回戦、第1ラウンド。ここで死ぬ間抜けはいないみたいですね。それでは釈毛してるので、第2ラウンド行ってみましょう。はじめ。リスナーカスタムマッチの優勝者が脱落。特には勝てなかったよ。第3ラウンド、はじめ。ドラゴン、キングレオ脱落。どうやら私と私有を決する相手は決まったようです。雪丸さんが生き残ったのか。っていうかこいつはどんな姿勢で死んでるんだよ。どうやったらこんな体勢になるんだよ。あ、これどっかで見たことあると思ったら。布団の上で騒ぐギャルの写真だわ。一致しすぎててしんどい。さあ、決勝戦だ。次のシーズンのワイプダッシュをどちらが効率的に決めるのか勝負。あとお前不正対策に余計な注射器全部捨てろ。一応画面共有で確認しながらやってるけど、リスナー交流ディスコードの監修の皆様と賭博観戦。まったく、どれだけ関係ない注射器を持ち込んでんだ。もうなんか、懐かしのバトエンに見えてきた。未だにバトエンってあるのかな？めちゃくちゃ持ってる友達いたんだよな。ていうかどこにそんなに溜め込んでたんだよ。テーブル貫通して足に当たってるって。それで全部関係ない注射器出した？
それでは決勝戦を始めます。カメラに収める都合上、先に相手が撃って、その後に追いかけるように私が注射を打ちます。耐えたか、お前も震えてないでさっさと撃て。嫌だ、死にたくない。あんな風には死にたくない。普通はあんな風にはならない。無事第1ラウンドは両者ともに生存。では続いて決勝戦、第2ラウンド。なんとこれで対戦相手の雪丸は5本目の注射です。生存率約24% の挑戦。耐えたー。5本も耐えるの差が現れるとは。心なしか麻薬の効果で灰になってはいますが。よし、私も無事2本目を耐えました。地獄の第3ラウンドの幕開けだー。テーブルに打ち込まれた弾痕の数が、この戦いの泥沼を物語っている。6本目の注射器の生存確率は 18%。お前にこの絶望を超えられるのか？さあ撃つがよい。そして死ね。私は耐えるぞー。やったー。ということで、ワイプ後には私に優先的にガス穴とサレワを渡すように、ワイプダッシュ決めるぞー。なんかお前に有利すぎる気がする戦いだけど。しかし何度見ても美しい V 字開脚ですね。はい、ということでパーティーメンバーからタスク品を巻き上げまくって、無事颯爽とスタートダッシュを決めている草の人です。なんとワイプ2日目には、羽衣 A1 を詰めた G36C を運用。もう現状の環境のペラペラ防弾チョッキだと、余裕で紙切れみたいに溶かしますよ。エスケープフロムタルコフでは、こういう装備差が発生するから、ワイプ後にみんなスタートダッシュを決めて、置いていかれないようにしたり、こいつみたいに装備差で実力差をカバーしようとしたりするんだよな。可変倍率スコープも乗せて、遠近療養。今はここまで私を育ててくれたパーティーメンバーのタスクを護衛しています。まあこのつよつよ装備の私にかかれば、そんじょそこらの PMC もスカブも相手になりません。クラエスナイス。は？ペイペイシャーっていうクソ安い SMG のクソ安い弾でワンパンへっしょ。どんなに強い装備で固めても、こういうラッキーワンパンあるのがこのゲーム。この後味方が倒してくれたので無事装備は回収されました。いやいや、そうじゃないじゃん。新シーズン早々、なんで即死動画作らないといけないの？やはりリアルなタルコフをお届けしようと思って、ありのままの録画をチョイスしました。なんと今はタルコフのセールも実施されてるから、新参エスケーパーも多いと思うんだよな。そういう新参を借りまくって、うまうまするって動画でしょ？何年やってもこういう死に方するよって動画です。で、撃たれてない。なんちゅう場所に隠れてやがるんだ。あんなタンクの隙間から撃ってくるなんて。めちゃくちゃ陰キャ攻撃されてんな。これがワイプダッシュ装備の力。決め打ち走者でも食らっとけ。こんな狭い場所で、しゃがまないと通せない車線。だいたいここら辺に打ち込んでれば倒せるでしょ。グレネードがあればもっと早いんだけどな。ワイプ直後にそんなに物資充実してないし。しかし結構決め打ちしましたけど、動きがないですね。まさか本当に死んじゃってる？草むらに伏せて待ち構えてるかもしれんぞ。死んだらうめき声が聞こえるはずなんですが、仕方ない。ちょっと危ないけど草むらに入って確認してみますか。味方も決め打ちをさらにぶち込んで、恐る恐る侵入。まさかこんな場所に潜んでるなんて思わないじゃん。一体どこに隠れてたのやら。ちょうどお前が決め打ちしたあたりで死んでるな。どれどれ、ドッグタグでシーンを確認してみますか。相手のレベルは4。そんでやっぱり倒してたのは G36 と。現状の環境なら羽衣 A1 はやはりオーバーパワー。G36 もカスタム幅が狭いのが難点ですが、序盤のカスタムができない環境なら逆にそれが強みです。カスタム幅が狭いというのは、つまるところ箱から出してすぐ使えるということ。G36 は性能自体はそこまで低いわけじゃなく、箱出し性能が高いってのはこの時期の明確な利点。そこに交換数の羽衣 A1 が打てるなら、序盤いち早く使えればそれだけ有利です。ご覧の通り相変わらずのヌーブっぷりだけどな。窓から入ろうとして失敗してるし。窓から入るなんてそんな行儀の悪いことするわけ。さっさと正面入り口に回ってくれ。両エリアは序盤中盤のタスクが多く、他のプレイヤーがたくさん来るので、警戒しながら行かない。やっぱなんかいるじゃん。よく今ので死ななかったな。よし、倒した。で奥からもう一人来た。なんかごついヘルメットかぶってんだけど、決勝に初ぐらい癖が。いや待ってカバー早っ。リシャーラ軍団でした。リシャーラいつも動画に出てくれてありがとう。ゲーム序盤はリシャーラ軍団ですら凶悪すぎるよ。インターチェンジよ、私は帰ってきたにょん。嘘つけウッズにばっかり言ってるくせに。序盤のインターチェンジは欲しいアイテムいっぱいあるので、スカブも PMC も激戦区ですね。今回はタスクでスカブを25キルしろと言われてやってきました。メイクウルトラグレートアゲインってやつか。ただまあご覧のありさまで、早速何かと戦闘になった模様。先行していた味方がボコボコに撃たれて立ち往生してます。私は少し下がった位置でマークスマンしますか。飛び出してきたやつの頭をスパン。いや、なんか今変な声聞こえなかった？ちょっと今のシーン戻しますか。
これキラ店長だ。ビシャーラ軍団に続いてキラ店長まで。このままここにいたら全滅します。キラ店長が突っ込んでくる前に一時撤退。危ない。どこからともなく弾が飛んできたぞ。普通にやっても現状絶対勝てない。アーマーはクラス5で超高耐久。私の羽衣 A1 も貫通しないし、ヘルメットもめちゃんこ硬い上にフルフェイスで、当然ヘッドショットも一切通しません。店長はビシャーラ軍団と違って、一人しかいないんだけど、とにかくエイムの鋭さと、超高耐久な装備で強よよな。ただし店長にも弱点があります。それは、怒りやすさと足。怒りやすさ？ちょっとちょっかい出すと、めちゃくちゃ怒って、地の果てまで追いかけてくるみょんな。レドバのキラーかな？キラの名前はそこから来てたのか。多分違うと思うみょん。よし、一旦追いかけては来てないみたいですね。ならばこちらから有利なポジションで仕掛けます。そういえばもう一つの弱点、足ってなんだ？頭も胴体も高耐久な防具で固めたキラですが、このゲーム、足にだけは防具がないんですよ。なので足をボッコボコに打てば、胴体や頭を狙うより倒せる可能性が高い。これをタルコフ界隈ではレップメタと呼ぶみょんな。作戦はこうです。この中では一番装備がマシな私がおとりになってキラの気を引き、怒ったキラが私を追いかけてきます。そこで待ち伏せしていた3人の味方が一斉に足をボコボコに打つと、キラが今どこにいるのかわかってるのか？わからないのでグレネードで索敵しつつ、少しずつラインを押し上げていきます。あれはただの一般通過スカブくんですね。けど放置してるとキラとの戦闘中に邪魔してくるかも。6倍スコープで狙える私が処理をします。横に移動する敵に当てるの難しいけどいける？まあ見てろって明治ブルガリアよ初段外したわ。動画投稿者とは思えない実力。一つ前の店舗まで一気に距離を詰めますよ。こういうショッピングモールでサバゲーとかできたら楽しそうだよな。インターチェンジとかストリートオブタルコフとか、ピストルだけで潜入して現地調達スニークプレイ楽しいですよ。なんかメタルギア味がある。スカブもそんな感じだったみょんな。さて、味方が索敵グレネードを投げるぞ。キラの声は、距離は遠め、ちょっとこもってる？どうやら通路にはいなさそうですね。となるとハス向かいのファッション店舗か、今私たちがいるフードコートの店内か。さっき打ってきてたからファッション店がヤバそう。ゆっくりクリアリングしますよ。ゆっくりしていってね。あれ？店長どこだ？実はミョンたちの後ろを追いかけて行ってたとか？まっさかカーニバル。そんな祭りは存在しない。いやけどこれ体さらしても撃たれないんだけど、一体どこに行ってしまったんだ？厨房の中から一般スカブくんの声が。やばそう、カバーしに行きます。めちゃくちゃ撃ってるけど大丈夫か？一応スカブは倒せたみたいみょんな。あとはこの厨房エリアが一番怪しいので、私が厨房エリアを索敵していきます。まずは真ん中の厨房。駆け抜けるようにな。パッと見える範囲にはいない。じゃあ奥の厨房か？厨房の隅っこにいたらきついな。ガン待ちしてた。やばいバイバイやばバイバイ。来るぞー。構えて。キラさんブチギレで草。わかるえ。さすがにこの待ち伏せにはキラ店長もひとたまりもないみょんな。危うく死にかけたわ。この序盤にキラ店長倒せるの美味しいな。要はお前たちがここまでしないと倒せない防具が手に入ったんだろ？この装備は麻薬中毒者大会に優勝した私のものだ。強欲で貪欲な実況者。そしてこんなにいい装備を手に入れたのならやることは一つだよな。ピストルキルタスクだー。装備やばいな。タルコフには、序盤に出てくるタスクで、ピストルを使って3人のプレイヤーを倒せというタスクがあるみょん。これが対人戦闘の苦手なプレイヤーにとって最初に詰まる壁的なタスク。私も毎シーズン悩まされては、超ヘンテコピストルを作ってクリアしていますが、今シーズンは一味違うぜ。この鉄壁の私を倒せる奴がいるなら来やがれ。このヘルメットって狙撃銃の弾とかも弾くの？現状多くのプレイヤーが使ってる弾じゃ貫通しないみょん。私はゆっくり相手を狙ってヘッショするだけでいい。簡単なお仕事ってわけ。いや、もうこれタルコフの闇だろ。そもそもワイプ直後ってボスのスポーン率が 3% とかのはずだから、こんな装備のやつ絶対見かけないみょんよ。ハローガンマ希望。この装備は見たことあるかい？この距離でショットガンにピストルで勝てるのか。っていうか相手ビビりすぎて外しまくってたみょんな。まあ突然キラ店長来たらビビるよな。他に悪い子はいねえがー。ファクトリーでガン待ちしてる悪い子はいねえがー。で、後ろ同じハンドガンキルタスクの民みょんな。ハロー、ハンドガンタスクの民よ。キラ店長って知ってる？相手が先にヘッドショット当ててたのに。がっつり脳震盪起こしてるみょんね。しかも今回の相手はちゃんとしっかり装備してきてた。ぐはははは、キラ装備最強、キラ装備最強。私を倒せるものなどこのファクトリーにはいない。いや実際とんでもない装備さみょん。石器時代にアサルトライフル持ち込んでるようなもの。あと1キルでピストルキルタスクもクリア。過去1簡単にクリアできちゃったな。来シーズンからも、しっかりワイプダッシュ決めて楽々クリア。キラの弱点って何だったっけ？足ですかね。またペイペイシャーに負けてるよこいつ。あの出会い頭で即全部足に打つなんてひどいよ。ということで、今シーズンも下手くそながらマイペースに動画作っていくので、チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。私のキラ装備が、未練がましいから画面行ったり来たりしないで。